アートイコール法律の中っていう考え方ではないと思う。ルールの中で僕たちは自由を楽しもうとしてるマイノリティだと思うんですよ。結局アンダーグラウンドっていうのは。こんにちは、コンテンポラリーアーティストの金井総一郎です。今回は日本のアンダーグラウンドとアートというテーマで話していきたいと思います。僕はこの日本のアンダーグラウンドとアートっていう話をしようかなっていうふうに思った理由は、カウズハンドブックっていうこの本の結構最初の方のところを読んでたら、アンダーグラウンドっていう言葉が出てて、で、それを僕見た時に、日本のアンダーグラウンドって結局じゃあ何なんだろう。なんで日本で生まれるアートとアメリカで生まれるアートっていうのに差が出てくるのかっていうことをちょっと僕なりに考えたので、それを発表したいなというふうに思います。結論、僕が思うに、日本の法律によって結構アートの可能性っていうのは結構狭くなってるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんその日本の法律が全てすっごく海外と同じように緩くなっていったらじゃあアートってどんどん進んでいくのかっていうと、それもちょっと違うと思うんですけど、ただ確実にその日本の法律っていうところとか、あとはコンプライアンスとかっていうのがこう規制されていけば規制されていくほど、アートにおいての自由と世の中においての自由っていうのとまたちょっと違ってくるっていうか、法律っていうのがある中でアートが戦うのか、それとも法律っていうものよりももっと外の部分のところでアートを作るのかっていう、そこがやっぱり日本と海外のアメリカのちょっと違いなのかなっていうふうには思います。例えばその村上隆さんがスターズ展のインタビューでも言ってましたが、ヒロポンであったりとか、ロンサムカーボーイとか、ああいうちょっとこう性的な表現をすることっていうのは、日本ではもちろんあれを一発目に展示会に出したりとかしたら、あんまりいいっていうか、それを自由っていう風にあんまり取ってくれないと思うんですよね。ただ、村上隆さんが言ったように、そのヒロポンとか、ロンサムカーボーイを作るきっかけとなったボブ・フラナガンの作品を見て、ボブ・フラナガンのすごいこうグロテスクというか動画内で言えないぐらいグロいんですけど、その作品を見て村上隆さんはそのアートっていうものの自由ってここまで広げていいんだっていうことを結構認識してヒロポンとかロンサムカーボーイとかっていうのを作ったっていう風に言われてるんですけど、そういう風にその日本においての自由と、アメリカにおいての自由っていうのってまたちょっと違うのかなっていう風には思ってます。アートは自由だっていう認識って日本人すごく持ってると思いますし、自由なものを求めて、こう抽象画であったりとか、異素材を使ったりとかするアートを作ったりとかっていうのが、日本とかすごく多いと思うんですけど、やっぱり先ほども言ったように、ルールの中での自由を作ろうとしてるっていう、ルールの中で僕たちは自由を楽しもうとしてるっていうのが、日本の形なのかなっていうふうには思います。日本人がそういうふうにアートっていうものの自由度っていうのをそのルールの中で戦ってるんだったら、じゃあアメリカの人たちはどういう風にルール外で何をやってるのかっていうのを軽く説明すると、例えばジェフ・クーンズとかっていうのは、もともとあった広告っていうものをそのまま展示したりとか、そういう風にそのもともとあったモチーフをそのままアートにするっていう形を結構取ってるんですけど、それもアメリカの裁判で勝ったり負けたりとかってしてるんですけど、結局クーンズの姿勢っていうのはアートイコール法律の中っていう考え方ではないと思うんですよね。他のアーティストでも同じくバンクシーであったりとかカウズとかっていうのも元々のその街の中にあった看板とかっていうものに対してグラフィティでこう絵を描いてそれを作品として展示したりとかするっていうのはアメリカの法律でもそれは取り締まられてる話ですけど、日本でそれやったら弁解の余地なんてそこには何もなくて、結局そこでもうアウトになってしまうわけですよね。ニュースとかでも掲示板とか渋谷とかのところにこうグラフィティでアートをしてそれで捕まったとかっていうニュースがありますけど、結局日本におけるそのアートの姿勢とアメリカ人におけるアートの姿勢っていうのは違うっていうことは思うんですよね。法律の中でやっぱりアートをしてるか、法律の外でアートをしてるかっていう、ここに結構違いがあるのかなっていうふうには思います。じゃあ結局日本でアンダーグラウンドってないんじゃないか
って思うんですけど、あえて言うんだったら日本のアンダーグラウンドっていうのは、オタク文化なのかなっていうふうには個人的に思います。今じゃあ海外で日本における一番の文化って何かって言ったらやっぱりアニメ文化だと思うんですよね。村上隆さんも多分軽く言ったんですけど、マイノリティだと思うんですよ。結局アンダーグラウンドっていうのは。だから日本におけるマイノリティって何かって言ったらやっぱりオタク文化がすごく強くあると思うんで、そこがやっぱり日本人の強みなのかなっていうふうには個人的に思います。僕たちが日本で暮らしてる感じだとアニメがアートっていうのはすごく思ったりするんですけど、海外の人たちが考える日本のアートと僕たちがその生活の日常的に見るアニメの感覚とちょっと違うのかなっていうふうには思います。お疲れ様でした。今回はアートと日本のアンダーグラウンドについて話しました。日本のその法律が全て良くないっていうふうにはもう全然僕も思ってなくて、日本のそういう法律を大事にするっていうことによって生まれる日本のアートっていうのもありますし、日本のそのアニメ文化が作られた背景にはギークな性格からやっぱりオタク文化とかそういうのが生まれてきてると思うので、何が一概にそのアートにとっていいのかっていうことはちょっとわからないんですけど、やっぱりこれ今話してみて法律とアートっていうのに結構バランスが難しいなっていうふうには個人的に思いました。で、今背景にあるこの作品は感染防止対策の絵をジャスパー・ジョーンズから影響を受けてエンコースティックで今作ってるんですけど、そろそろ完成しそうなので2ヶ月ぐらいかけたんですけど、これが完成したらいろいろ展示会とかで発表していきたいなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。